割と何回もほぼ皆勤賞で、通っていて、で前回の時につい勢いでなんか引き受けますって言ってしまって、でこういうふうにお話しすることってあまりないですし、今日はテレビではお話しできないようなことが話せたらいいなと思っております。私の生い立ちからなんですけど、私は小さい頃からとても恵まれて育ってきました。親からはお金は湧いて出てくるって言われていてだから特に教育にはものすごくお金をかけてくれて、全教科家庭教師がいたりとか、すごくもう医師になるっていうのが義務だったので一生懸命勉強させられたんですけど、医師になるんだったら、お金はいくらでもあげるし、外車も買ってあげるし、海外旅行は行き放題って言って育てられたんですね。だから私はもう他の大学とか学部に行くんだったら経済封鎖をするって言われてしまったので、そしたらもう当たり前のように医学部に行くしかなかったんですよね。で私はすごく頭が良かったものですから医学部にもすぐ受かりまして、で浪人も、留年もしないでストレートで医者になったんですけど、その間もやっぱり時はバブルだったんですごく遊んでいたんですけど、別に成績さえ良ければ何をしてもいいって言われていたので、朝帰りをしても夜帰らなくても本当に怒られませんでした。で男の人についても母が男には股をかけなさいって言ってたんですね、教育方針として。いっぱい股をかけて、保険をもかけて付き合いなさいと。でなんか若い時ってちょっと小生意気な方がモテるのか、全く振られたこともなく、私ですずいぶん昔の私ですけど、でこれで小生意気なこと言ってるから割とモテたんですね。で痛い目にも合わないで医師にもなれて、これ医師になったとこですけど、こういう真面目な面を持ちながらもちょっと遊んでるっていうのがなんか良かったみたいで、すごく楽しくやっていきました。で大きな挫折も失敗もなく、お金もあって何も不自由なく生きてたんですね。それで24歳の時にミス日本になりました。でやっぱりねっていう、日本で一番綺麗なんだなって思ったんですよ。それそうですよね、思ったんです。でもう私って何でもうまくいくんだなと、思えば叶うんだなって思ってしまったんですよ。で28歳の時なんですけど、ホリプロの人に誘われてテレビに出るようになったんですね。医師とタレントの二足のわらじだったんですけど、今でも割とそうですけど、仕事っていう感覚よりも趣味っていう感覚が強くって、でもやっぱり大御所の芸人さんだったりとか、ジャニーズのアイドルだったりとか、いろんな方にお会いできて、すごく今が旬だっていう方とお会いできるのってすごく、キラキラした世界で嬉しかったんですよね。で嬉しかった分、何か求められていたら答えなきゃって思うじゃないですか。だからじゃあ人が言わないようなことを言おうとか、あとやっぱり見られたイメージを貫こうと思って、なんかキャラクターみたいなものをその先行したキャラクターについていこうとしたのかもしれないですね。で4000万以下の男は相手にできないとかね、結婚の条件は4000万以上って言ってましたし、やっぱり 99.9% のことはお金で解決できるって、割と本気で思ってました。で言わなくてもいいことを言ってたら割とみんなが食いついてくるんで、じゃあもうちょっと言ってみようかなってなっちゃうんですよね。でいろんなことをブスは死ねばいいとか言ってたんです。本当頭がおかしいなって今思いますけど、それでもなんか
いろいろうまくいっていると、それもこう聞いた人のことがどうだとかっていうことよりも、テレビのキャラクターであったり、ただそのキャラクターのせいで病院にいると医者として人の倍も3倍もこう真面目にしてないと信用されないんですよね。で、悪口もいっぱい聞こえてきて、同じ大学の出身者だって思われたくないとか、でもそんなことも気にならなかったんですよ、私。みんなこう悪口は嫉妬と思えって親に習ってたんで、みんな私に嫉妬してるんだわって思っていて、で、悪口さえもなんか小鳥のさえずりに聞こえてたんです。で、そもそも女の人っていうのは信用してなかったんで、合コンに行く5人ぐらいいればいいやと。で、親切にされるとなんか裏があるんじゃないか、いつも人を疑っていましたんで、そうやってテレビをやっていった後、あまりにも忙しくなって何年も休みがない日が続いたんですね。で、この生活から逃れるにはどうしたらいいかって言ったら、結婚だと思ったんですよ。で、そんな時に現れたのが元の夫だったんですね。で、そうすると医者も、タレントも妻としても私は全部手に入ると、これは完璧だと思ったんですよ。で、完璧だっていうことは、今度妻としてもやっぱり完璧なキャラクターでいかなくてはいけないって私は考えたんですね。そうすると夫婦の理想像っていうのが私にはありまして、妻は夫を立てて、夫は生活費を十二分に入れて、でやっぱり食事は2人で一緒にとり、浮気の心配もさせないで、海外は年に2回は行きたいわねとか、そんなことを考えて、でもちろん妻としてっていう像があるので、夫より先に起きて化粧をして着替えてるところを見せないようにとか、帰ってくる前に食事を何品も並べたりとかっていうことをして一生懸命やっていたんですね。でもふと気がつくと、そうなりきれない自分がいたんですよ。なんか気づくと私の方が3歩前歩いてるんですね。もうしょうがないんでしょうね、性格的に。で、ある時にゴミの分別が甘いって言われたんですよ、夫に。燃える燃えないですけど、でカッチンときたんですね。で、私は口喧嘩で負けるのはもう死だと思ってるんで、絶対そう思っちゃうんです。だから急いでネットで調べたら、この世に燃えないものはないって書いてあったの。そうなんですって。で、私も調べたんですよ、ちゃんと。したら発火点以上の温度と酸素さえあればこの世に燃えないものはない。だから燃やすべきゴミと燃やすべきではないゴミっていうんだったらいいんだけど、燃える燃えないっていう仕分けは違うって書いてあったんです。そしたら夫は出て行きました。そうなんです。で、なんか私はそれを言い切った後に、ほらグーの音も出ないじゃないって思ったんですよね。でもやっぱり夫としては嫌だったんですよね。で、そういう口喧嘩を繰り返して、で、どっちかが出ていくっていうことが続いた後に、やっぱりなんていうんですかね、我慢したりイライラしたりしてるのってもう限界だなって思う時があって、で、随分悩みましたけれども離婚に至ったんですね。41歳の時だったんですけれども、それでも私はかわいそうな人って思われたくなくて、急いでローン組んでマンションを買ったりとか、広尾の商店街歩いてて高い犬を買ったりとか、何なのか分かんないですけど、そういうことをして幸せな人を一生懸命装っていたんですね。
だけれども私迎えに来たわけじゃないですよね。大丈夫ですなんだ嫌ですねなんか、装っていたのがやっぱり体には変化が起きてきました。穴っていう穴をいじるようになったんですね。鼻とか耳とかで、鼻ってやっぱちょっとテレビとかでほじれないんで耳になったんですね。で気づくと耳をこういじってて、で血が出るまで書いてるんですよ。とか食べ物もつぶ貝ばっかり食べてて、なんかカリコリっていうのが多分良かったんでしょうね。でつぶ貝ってあんまりスーパーに売ってないので、お寿司屋さん、近くのお寿司屋さんに行って買って家で食べるんですけど、つぶ貝だけ買って帰るんですよ。でもそんなに食べるとつぶ貝になっちゃうよって言われてあらと思いながらも、やっぱりどうしてもやめられないんですよね。でそのうちに頭皮湿疹ができだして、で最初頭頂部だったんですけれども、それがこう今度は頭の後ろまで来て、もう赤いのから黄色いのから噴火したのから全体にこう広がっちゃったんですね。そしたらそれを見た私のマネージャーは本当に吐きそうになってましたね。すごかったんだと思います。幸い私こうやって見えないんで上が、で困ったなと思いながらも、悪夢もすごい見たんですね。180万で買ったヘブンリーベッドっていうんですよ。その天国みたいな気持ちになれるっていうベッドなのに、なんかナイフがここまで突き刺される夢とか、歯がボロボロボロって落ちる夢とか、そういうのを見てしまってて、である時その高いお金で買った犬が突然原因不明で死んでしまったんですね、1年目ぐらいで。でその時に動物病院で横たわってる姿を見た時に、あまりにもショックだったのか、その場で私戻してしまったんですね。でその辺りから私の胃の痛みと吐き気が止まらなくなってきまして、でもう痛いからご飯を食べれないのに吐いてしまうので、胃酸で喉が焼けて、でもう痛くて痛くてたまらないんですよね。でなんか生放送の前とかは怖いんで、いつもこう左胸に「大丈夫大丈夫」ってこう言い聞かせて、心臓が一応ある医者なんで大丈夫よ大丈夫よって言い聞かせて言ってたんですけど、やっぱり全然大丈夫じゃなかったですし、そんな状態なんで、ご飯食べてない状態なんで低血糖になっちゃうんですよね。だからいつもチョコレートとか飴とか持ってたりとか、ブドウ糖のもうすぐ血糖を上げられるっていうスティック持ってたりとかしてたんですけど、特にやっぱり生放送の前にそういう吐き気が起きると、怖いじゃないですか。で楽屋で一回吐いて、でエチケット袋をお尻の下にもしものために敷いておいて、で怖い怖いって思いながらやっていたんですね。でなんかどうしようどうしようと思ってもどうにもならなくて、結局その状況で仕事を続けることができなくて入院をしたりとか、最初は点滴だけだったんですけど、だんだんそういう血糖値も下がってとかってなって、仕事を休まなくてはいけないということがあって、で本当にいろんなものを望んだものを手に入れて、こういう人になりたいっていう姿を思い描いて突っ張って生きてきたはずの私が、一番なりたくないかわいそうな人になってしまったんですね。
で、私は本当にかわいそうな人になってしまったと。で、なんか空を見ても結局鳥だってつがいになれるのに、私はつがいにさえなれなかったと。で、そうやってずっとこうなんか暗い気持ちでいたんですけれども、でも受け入れてかわいそうな人なんだって思った時から、すごく考えた上で変わったんですね、考え方が。こういう姿に乱れたいってくだらないなと、こうあるべきって頭で考えることって本当にくだらないことだなっていうことに気づいて、でダメージを受けた、何か痛い目にあったっていう時は、それをこう取り繕ったりとか、なんとか取り戻そうと普通しますよね。私もしちゃったんですけど、でもそうじゃなくて、もう諦めて受け入れると楽なんだなっていうことを思いました。で、これからはもうシンプルに生きよう、で嫌なことはしない、嫌な人とは会わないって決めたんですね。だからこう一時的な得になるかもと思って行くお付き合いも行きませんし、買わなくていいものを買うのもやめて、でそうすると心がすごくすっきりして、昔だったら目標とか生きがいとか充実感っていうのを常に追ってたんですよ。追ってる時って全く満たされないし、焦ってるんですね。心が休まる暇がなかったんだと思います。で、だからこそ私がハリネズミみたいだったので、誰も手を差し伸べたいと思われなかったでしょうし、私自身も一人で立っていられるって思ってたので。それちなみに何分ってことなんですかね終わってますか終わってるってごめんなさい。わかりました。巻きますね。いや、私が結局、最後になりましたけど、気づいたことはやっぱりこうあるべきとか、こうならなきゃっていうことよりも、楽なまず考え方をして、シンプルに自分の一日一日を丁寧に生きていこうと。で、病は気からっていうのも初めて分かったんですね。患者さんには言ってたんですけど、私は貧しい人とか病気の人の気持ちが本当に分かるんですかって昔聞かれた時に、やっぱり私も言い返すのは得意ですから、私には想像力がありますからって言ってたんですよ。で、やっぱり想像はダメですね。今だと本当に患者さんに寄り添うことができるだろうし、苦しんでいる人にも寄り添うことができるのに、あの時の患者さんには申し訳なかったなって思います。で、もう私も人生後半戦ですから、これからその医者の比率を少し増やすのもいいなって思っているし、もう丁寧に丁寧に一日を生きていきたいなと、思います。楽しい出会いを大事にしたいと思います。以上です。西川先生、ありがとうございました。